ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題はウクライナ関連ニュース、現在の戦況について追っていこうと思います。まず最初に総論から述べておきますが、現在の戦況は激しいものであり、両軍ともにおびただしい数の犠牲を出しながら攻防を行っています。そして、両軍ともにステルス戦闘機のようないわゆる最新兵器を持たない国同士の戦いですから、戦いの基本原則としては、守る側の方が有利であるといったことがあります。これは、ロシア側の方が攻撃側であった冬攻勢においては、待ち構えるウクライナ軍の迎撃によってロシア軍の攻撃部隊が凄まじい被害を出したのと、現在はすっくりそのまま立場が入れ替わるようなことになっています。ですから現在の攻勢側のウクライナ軍の方も待ち構えるロシア軍による迎撃により激しい被害を出しているというわけです。しかしそのような戦いの中でもウクライナ軍はじわりと領土奪還を進めているようです。それでは各地域においてどのような戦いが展開されているのか、地図を見ながら状況を追っていきましょう。総論で述べたように、ウクライナ軍はじわりと領土奪還を果たしています。前回、戦況解説を行った動画においては、ウクライナ軍が奪還した領土は90平方キロメートルでした。現在この動画を作成している段階において、ウクライナ側が発表している奪還した地域は113平方キロメートルです。この間、凄まじい戦いが各地で行われていることから、領土奪還を果たすことがどれだけ大変か、そしてどれだけ多くの人々が命を懸けなければならないのか、侵略者を追い払うことが非常に大変なことを痛切に感じます。各戦域の動きとして少し目立った動きが起こっています。それは、南部においてウクライナ軍がアゾフ海に向けて南進をしようとしているのに対して、ロシア軍は東部戦線の北側、ロシア国境に近いクピャンスク方面などで攻勢に出ようとしています。この動きは当然のように侵略を進めることができればそれで良いし、またそうでなかったとしても、領土奪還を進めるウクライナ軍の動きを牽制することができます。ただし、この方面冬攻勢の間においては、ロシア軍はほとんど前進できなかった地域です。戦いの原則、防御側の方が有利であるといったことが、すでに冬の間で証明されていますから、ロシア軍の攻勢はあまりうまくはいかないでしょう。ただし、ウクライナ軍の関心を引き寄せたいという目的そのものは、果たせる可能性があります。そして東部戦線バフムトにおいては、ウクライナ軍がやや前進することができているようです。このあたり、徐々に前に出ることができているのは、守るロシア軍の連度が低いからだとウクライナ軍は発表しています。これまでバフムト攻略を進めてきたのは傭兵部隊ワグネルを中心としたいわゆる非正規軍だったのですが、ウクライナ軍の評価としては、ワグネルに比べると、この地域に入れ替わりで廃止されたロシア連邦軍は全体に連帯が取れておらず、戦いやすいと評価しています。その南アウディーウカ、マリンカにおいては引き続きロシア軍が攻勢に出ているのですが、この攻勢はすでに去年から始まっているものであり、未だにウクライナ軍の防衛ラインを突破することができていません。ただし、これも先ほども述べたクピャンスク方面クレミーナなどと同じく、攻勢に出ることそれ自体がウクライナ軍の戦力を拘束するという効果を持ちます。そして、最も領土奪還が進んでいるのが、ベリカノボルシルカ付近のウクライナ軍です。前回の動画では、この地域における戦いにおいて、ウクライナ軍は集落の奪還を進めていました。しかし、これをなんとか押しとどめようとして、ロシア軍も何度となく繰り返し反撃に出ており、ウクライナ軍の足がかなり止められている状況だと言えます。そして南部戦線ザポリージャ州の戦域。オレホフ付近における戦いはウクライナ軍が攻勢を何度となく仕掛けているところです。この地域においては、ロシア軍がかなり堅固に守っており、この地域における戦いで、レオパルド2や歩兵戦闘車ブラッドレーなどが撃破されたことが公表されています。ただ、そうした欧米から供与された兵器が撃破されたといった報告もあるのですが、同時にウクライナ軍はじわりと前進を果たしているようで、ロシア軍はこの地域においては柔軟にウクライナ軍の攻撃をいなしている感じがあります。そうしたオレホボ付近におけるロシア軍の柔軟な戦い方とちょっと趣が異なる感じがあるのが、この地図では一番左側、カミャンスケ付近における両軍の攻防です。この地域においては、ウクライナ軍が南進して、ピャティハティキという集落を解放したのですが、この地域における戦いでは、ロシア軍の守備隊が全滅したという報告がされています。ロシア軍としては、後方にまだまだ陣地が何重にもあるといった状況ですから、
激しい攻勢に対しては、ある程度のところで撤退するという余地があります。にもかかわらず、守備隊が全滅した理由というのがどうも、この地域を守っていた部隊は、連邦軍の中でも低く見られていた人たちを中心とした部隊が配置されており、この地域を守っている指揮官から、あまり信用されていなかったようです。そのためウクライナ軍の激しい攻撃にあって、部隊がだんだんと消耗していく中で、撤退命令が出ず、しかもその後方においては、別のロシア軍が特戦隊として配置されていたようなのです。こうした精神的な縛りのある中でウクライナ軍の攻撃を受け続けた結果、守備隊が持ちこたえられず一気に崩壊したようなのです。このあたり地域によってロシア軍の内情がバラバラで出さないでいい損失をロシア軍は出しているようです。なお最近の動画でロシア軍の特戦隊とみられる兵士たちの動きが動画で公開されていました。逃げるロシア軍兵士を同じロシア軍の特戦隊の兵士たちがどんどんと銃殺していくというものです。その様子をドローンの映像で見ていたウクライナ軍兵士たちがロシア軍同士の殺し合いを見てさすがに驚いているようでした。なお、ウクライナ軍が解放したピャティハトキなのですが、ロシア軍はなんとかこれを取り戻そうとしてウクライナ軍に対する反撃を行っているようです。ですから、一度解放したからといってその後もウクライナ軍が継続的に前へ進めるかどうかはまだまだわからない戦況です。最後に南部戦線ヘルソン州ノーバカホフカにあるダムが崩壊して以降、下流地域においては洪水が発生していました。現在ではほとんどの地域において水が引いているそうです。ただし上流のダム湖はもはや消失したと言えるような状況です。現地から投稿された映像がこちら。手前の樹木の緑と建物の屋根、そして本来であればその先にはダム湖の水があるはずでした。しかしそこにはもはや水は全くないとも言えるような状況です。そして遠くに見える6つの建物がザポリージャ原発の建屋です。現在この地域においてダム湖が消失したことからロシア軍の方はウクライナ軍の兵士がこの干上がったドニプロ川を越えて兵士がやってくるかもしれないと考えているし、ウクライナ軍はウクライナ軍で同じようにロシア軍の兵士たちがやってくるかもしれないとお互い相手の様子を見ています。ただしものすごく当たり前のことなのですが、水が干上がったからといって長い間ずっとダム湖の下にありましたから、地面はぬかるみ、とてもではありませんが車両が走れるような状態ではありません。どちらが攻撃を行うにしてもゲリラ的な攻撃がせいぜいでしょう。今のところは。最後に地雷除去車の作業風景を少しご紹介しておきましょう。待ち構えるロシア軍には対戦車号、地雷原、塹壕、竜の歯、そしてそれらの後ろには砲兵部隊などがあり、攻めかかってくるウクライナ軍を待ち構えています。特に地雷原においては戦車であろうと装甲車であろうと、とにかく重量物の通行を妨げますから、これを除去する必要があります。こちらの映像ではそうした地雷原を自ら爆破することによって一気に地雷を除去、いわゆる道を作った上で前進しようとするものです。地上にいる兵士から見た場合はこれほど大きな爆炎が上がることとなります。ウクライナ軍の領土奪還は少なくともじわりと前進していることから、今のところロシア軍によって完全に撃退されているわけではありません。しかし失った兵力や兵器などを考えると、現在の評価としては難航していると評価するのが最もふさわしいものだと言えるでしょう。ただこれはどうしても避けられない問題です。両軍ともに相手の戦力をある程度把握した上で、しかもゲームチェンジャーとなるような兵器が両軍持っていません。ですからどうしても力ずくの戦いとなってしまいます。去年の秋、領土奪還を電撃的に進めたウクライナ軍ですが、その時には明らかにロシア軍の方は指揮系統に問題があり、そして守りのための備えもありませんでした。それに比べると現在のロシア軍はしっかりと守った上で攻撃してくるウクライナ軍を迎撃するということを命令として守備一貫しています。また以前の動画でも解説した通り、ロシアとウクライナ軍の決定的な差としては空軍力の差があります。侵略するときにはこの空軍力をロシア軍は生かすことができませんでした。なぜならばウクライナ軍にも対空兵器があり、そしてその対空兵器をロシア軍は撃破することができず、侵略しようとしたときにはどうしてもウクライナ軍の防空網に引っかかって戦闘機も攻撃ヘリも次々と撃墜されてしまったからです。しかしこうした空軍力も守るときには味方の支配地域の上で飛ぶことができますから、撃墜される危険性は非常に低く、
それだけに攻めかかるウクライナの地上部隊に対して戦闘ヘリなどが待ち受けて迎撃することができたわけです。ただし、この点についても徐々に状況が変化しつつあるようです。初期の1週間に比べると、その次の2週目の攻撃において、ウクライナ軍はロシア軍の攻撃ヘリを6機撃墜したと報告しています。1週間で6機ですから1日1機に近い数です。ロシア軍が積極的に空軍力を使うのであれば、それに対抗するための措置をウクライナが取ったということです。つまり、どこかの町から西側製の防空兵器が引き抜かれて前線近くに配置された可能性があります。首都キーウの防空網は基本的にはパトリオットミサイルなどで固めていることから、ドイツやイタリアが供与した防空兵器を前線に持ってきているのかもしれません。そうでなければ毎日のようにロシア軍の攻撃ヘリを撃墜するのは難しいでしょう。そしてそのような西側製の高度な防空兵器を前線に持ってこさせないようにするためにも、ロシア軍は継続的に民間人を狙った都市へのミサイル攻撃といったものを継続しているのだ。そのような分析などもされています。ですからウクライナとしては民間人に対する攻撃を許すわけにはいかないんだけれども、しかし現実問題としては領土奪還を進めるために前線においても防空網をより広くかけなければならない。そのためにはどこかの町の守りを手薄にしなければならないといった苦渋の選択をしているのだと私は思います。その時に手薄になっているのはおそらくは首都キーウではなくその他の中核都市でしょう。ハルキウやオデーサ、そういった場所かもしれません。そのように何かを得るためには何かを失わなければならないという苦しい選択をしながらでもウクライナは前に進む必要があるでしょう。結局のところ領土奪還を果たさなければロシアのプーチン大統領はまだまだ戦えると確信を深めて結局のところ戦いが長引いてしまうのです。どこかの段階で侵略を諦めるそのような心変わりを生み出すためにもロシア軍の占領地域をより広く奪還していく必要があります。ウクライナ軍の領土奪還作戦は継続的に秋口までは続けられると予想されていますが、それまでにどれだけの領土を奪還することができるのか、それまでにどれだけの戦力を失いつつも前進することができるのか、ウクライナ軍が犠牲を乗り越えて戦い続けられるかが注目されます。というわけで今回の動画はここまで。ウクライナの戦況解説を今回は行っていきました。ウクライナ軍は領土奪還作戦を進めており、じわりとは前進していますが、同時にロシア軍の激しい抵抗にも遭っています。この激しい戦いの中においては、両軍ともに相手に対し打撃を与えた、そのようなことを証明するためにも生々しい戦闘の様子を映した動画などの公開も相次いでいます。おそらくはこのような状況はまだまだ続くと思われますので、その行方がどうなっていくか注目していきましょう。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。